たびたびチャンネルです。今回から新しい旅になります。まずはいつもの新千歳空港からスタートです。今回は北陸3県を旅していきたいと思います。から出発便最終のご案内をいたします。本日は、千歳空港から富山の方に、向かいたいと思います。飛行機の搭乗口に来たらもう搭乗が始まっていました。新千歳富山は1日1往復、札幌から午前中に出発してお昼過ぎには富山に着くので、すぐ観光することができます。本日の飛行機は A320 になります。これ A320 ですけどモニターがついてます。すごいな。初めて A320 でモニターついてるの初めてです。モニター自体はそんなに大きくありませんけれども、非常に鮮明に見えるモニターですね。機材自体はかなり新しいと思います。この飛行機、なんとここがモニター、リモコンになっています。こんな近いのにリモコンもいらないかとは思いますけれども、すごいびっくりしました。はい、あとシート幅自体はそれほど普通ぐらいですね。拳2つ分、縦で1つ半ぐらいですね、いう形になってます。ピカチュウ版の安全ビデオは初めて見ました。結構可愛いのでしばらくご覧ください。Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. In an emergency, brace for impact. Emergency exits are located on both sides of the aircraft. Check your nearest exits. Remain seated and wait for instructions. Photography is prohibited during evacuation. Put both arms out, sit up straight, and slide down. Assist other passengers after sliding down. Move away from the aircraft immediately. A life vest is under or beside your seat. それでは離陸します。今回は北陸3県を富山、石川、福井の順で旅していこうと思っています。そしてこの動画を編集していると、偶然にも1月7日にアメリカのニューヨークタイムズ紙が2025年に行くべき52カ所を発表し、その中で富山が選ばれていました。この動画の中でも富山の魅力を紹介していきますので、今年注目されるであろう富山を訪れる際の参考にしていただけましたら幸いです。天候も良く快適な飛行のうちに富山湾上空に行きました。海の様子も冬の日本海とは思えないような穏やかさです。富山湾は水深が1200メートルもある日本を代表する深い湾です。そして標高3000メートル級の立山連峰から雪解け水が注ぎ込むミネラル豊富な海にはたくさんの生き魚が生息しています。日本海には約800種、富山湾にはそのうちの約500種の魚がいると言われています。
この旅行ではそんな富山の美味しいものを食べていきたいと思います。陸地が見えてきました。ここからは着陸まで早送りでお送りいたします。地図で空港は川の近くと知っていましたが、こんなに川の真横に着陸するんですね。富山北北空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるので、シートベルトをお締めになったままお待ちください。富山空港に到着しました。しかし空港の建物とをつなぐボーディングブリッジがえらい長いですね。すごいな、富山空港ってさ、河川敷なんだね。これ土手あるんだ。富山も初めてだ。そうなんです。富山空港は実は全国で唯一の河川敷に設置された空港なのです。神通川の河川敷にあるので、ボーディングブリッジで堤防を乗り越えたりと独自の運用をしているそうです。ちなみに富山空港の愛称は富山ひとひと空港と言います。ひとひととは富山弁で新鮮なという意味で、全国で初となる方言を愛称に使用した空港となっています。ここから見ると飛行機までの距離感がわかると思います。荷物のターンテーブルにはお寿司が。旅行中に絶対食べたいと思います。空港富山駅前のバスはフライト時刻に合わせて運行されています。これで駅前に向かいます。はい、それでは本日はですね、こちらの車を時間借りましたので、これでちょっと富山市内とかうろちょろしてみたいかなと思います。小の店と言われている西町大輝さんです。メニューは中華そばのみとなっていて、あとはライスや生卵などがありました。創業は昭和22年、労働者のためのおかずのような中華そばとして考案されました。たくさんの色紙が並ぶレトロな雰囲気の店内でした。はい、それでは元祖富山ブラックラーメンのお店でいただきます。
見た目真っ黒なスープに大量の胡椒、メンマやネギにコシのありそうな太麺にチャーシュー、麺も色が染まるほどのスープの濃さです。いただきます。味はというと、醤油のコクと胡椒の刺激、麺の歯ごたえと完全にご飯のおかずです。しょっぱさもかなり強いので卵も欲しくなります。初めて食べる元祖富山ブラック、衝撃的でしたが美味しかったです。食後はラーメン屋さんのすぐ隣のガラス美術館を覗いてみることにしました。独特な外観はガラスやアルミを組み合わせて立山連峰をイメージしています。館内に入るとまずこのような木のオブジェが目に飛び込んできました。木工細工で森や動物を再現しています。大掛かりですがとても細かく作られています。富山ガラス美術館は市立図書館などがある複合施設富山キラリ内にあり、2015年8月22日に開業しました。2階から6階が美術館になっていますので、上の階へ上がっていきましょう。2階より上は木をふんだんに使ったぬくもりのある開放的な空間になっています。この木を使った特徴的な内装は世界的な建築家の隈研吾氏の設計となっています。木材は富山県産材のルーバーが使われています。訪れたこの日、4階の常設展示室ではコレクション展光の器が開催されていました。撮影禁止でしたので残念ながら映像はありません。4階展示室の外からの様子です。6階のグラスアートガーデンも見ることができるとのことで行ってみたいと思います。それにしてもフロア自体がアートのようです。グラスアートガーデンには現代ガラス作家の巨匠レイル・チフーリ氏の作品が展示してあります。富岩運河を囲むように広がる富岩運河環水公園は緑美しい街中のオアシスのような空間です。運河に架かる天文橋両端にある展望塔からは環水公園全体とともに美しい立山連峰も眺めることができます。また水上からの風景とともに楽しめる遊覧船富岩水上ラインのクルージングも人気です。ここが世界一美しいスタバと言われているスタバらしいです。後で行ってみましょう。平日にもかかわらずお客さんがいっぱいでしたが、大きな窓から水辺の景色を楽しめました。富山城址公園内にあり、城址ならではのお堀や石垣に歴史を感じる見応えのあるお城です。現在の富山城は1954年に再建されたもので、町のシンボルにもなっています。富山城は戦国時代の薩佐成政や富山藩主前田家の居城跡として知られています。城内は郷土博物館になっており、戦国時代に築城されてから明治時代以降の城主の変遷に至るまでを紹介しています。天守展望台からは富山城周辺の中心市街地、江戸時代の城域を一望することができます。
以上、城址公園の紹介でした。車を返却し、ホテルにチェックインします。本日宿泊するホテルはオークスカナルパークホテル富山というところになります。結婚式場とかもあるホテルで、宴会場とかですね、そういったものもあるホテルになっています。はい、それでは本日泊まる、ホテルですね、お部屋の方紹介していきたいと思います。で、本日泊まるお部屋は1301 13階のお部屋になります。それでは入っていきたいと思います。はい、まず入りますと、右手に大きなクローゼットがございます。スリッパもついています。パジャマは、こういう形、このセパレートタイプですねが入っております。ここは空っぽです。はい。あと、部屋全体は本日もツインなんですけれども、全体の様子はこんな感じになっております。一般的な、ビジネスホテルのような形で荷物置き場もあります。こちらにはテーブルがありまして、テレビですね、コーヒーマシンがあります。で、こちらの方には冷蔵庫、中には入っておりません。水が2本用意されております。こちらは電気ポットになります。あとテレビがありまして、電気スタンド、一般的なビジネスホテルのような形になっております。あとコーヒーマシンはこのように、コーヒーが、揃っております。あとはベッドサイドですけれども、ベッドサイドの横には USB の充電コンセプトが一つあります。目覚まし時計と電話、ベッドの真ん中には特に何もありませんね。はい。ルームは一般的なユニットタイプになっています。はい、ホテルの部屋からの眺めはこういった形になります。本日13階の部屋ですので、富山の街並みが少し見渡せるような感じになっております。富山駅のすぐ裏側の方になりますので、立地も非常に良くて便利な場所にあると思います。それでは夕食に出かけたいと思います。駅の方より路面電車が来ました。おしゃれなデザインですね。富山駅は北陸新幹線など3線が乗り入れる高架駅です。富山市内の電車に乗っていきたいと思います。富山駅の最大の特徴といえば、新幹線駅に路面電車が乗り入れており、これも日本初だそうです。駅構内がこのように路面電車のターミナルになっており、乗り換えにもとても便利です。すごいね。駅のさ、いや、日本でここだけだ、富山だけだってよ。本日の晩ご飯に行きたいと思います。本日は予約してある四万中っていう、居酒屋さんになります。それでは富山の夜になります。乾杯。
まずは一番のお目当てのお刺身をいただきます。いっぱい生け締めした刺身が絶品とのことで楽しみに予約しました。刺身これ麺だって。刺し盛り柔らかく食べてるシーンを取り忘れてるほどのうまみ歯ごたえが絶品。感激してしまいます。そう正直北海道でもこんなに美味しい刺身はなかなか食べられないと思います。いや白エビの唐揚げホタルイカのめっちゃあるし、すごいなんかほんとイカのいい匂いします。焼いたイカのいい匂いします。日本酒食べました。日本酒立屋になります。天ぷらです。美味しそう。ちっちゃいくらだからね、僕も月に2、3本しかもらえないですね。なんていうか高岡です。白子の昆布焼き。あ、昆布焼き？安いっすよ。安い。こんなの初めて。これは安いっすわ。別に入れない。まあ知ってないっすよ。今日の締めか。だからしょっちゅう行けるわけじゃないから。すいません。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますのでチャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。